今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。で、私の方からも星光さんの方にいろんなことを質問したいなと思うんですけど、星光さんはウイスキーの作り手としてで、私は、皆さんが作っていただいたウイスキーをお客様に今度は提供する立場として、あとバーテンダーっていう立場でいろんなことをちょっと質問したいなとは思うんですけど、星光さんからまず今日一番最初に聞きたいなと思ってたのは、次私がちょっと自分の中でもウイスキー作りっていうのをこうやって考えてた時に、ウイスキーの味っていうか出来上がりの中で、何が、そのウイスキーの特徴を決めるとか、個性を作り出すっていうことを考えた時に、それは、一体原材料となる麦なのか、蒸留機なのか、でその蒸留機が置かれてるとか貯蔵庫が置かれてる環境なのか、蒸留水なのか、でその割合でいうと何が一番大きいものになりますかね。さあ、ものすごい難しい質問だと思います。で、最終的なこういうウイスキーの品質からしたらば、やっぱり僕のイメージでは7割ぐらいは貯蔵が作り出すものだと。樽っていうことですか、それは。樽と、まあそうですよね、貯蔵環境と、貯蔵環境が、ただやっぱり生まれっていうのがものすごく大事でっていうか、ニューメイクでどれほど成分のリッチなものができてるかでもって樽に入れた場合長期熟成が可能とか、うまく熟成していくかっていうのが決まってしまうんで、じゃああくまで星光さんからすると、そのニューメイクができた状態で、それをテイスティングして、これはもう長熟に向くものだとか、これはブレンドに回すものなのかっていうのもある程度のイメージは出来上がるっていう。ブレンドにするかシングルマルトに行くかっていうのは全然そこは考えてないですけど、これは早熟、早く使うよなとか、これは長く置けるねとかいうのはある程度はそこでイメージします。そういうものなんですね。だから本当にスタートなんですよ。ニューポット、ニューメイクがどれだけしっかりしたものが作れるかと、そこで実は決まっていると。そうなんですね。だけどそこで良くても樽や貯蔵がうまくいってなかったら決していいものにはならないしという関係になってるんで、なかなか難しいんですけどね。でニューメイクの出来栄えっつったらば、実は水は水で意外とすごく大きな影響力を持っていることは間違いなくてというか、その水自体もその蒸留過程において、言ってみればアルコールを抜き出している状態になりますから、そのアルコールを作る過程における水もやっぱり味にかなり変化をもたらすっていう形。それは硬質であるものなのか軟質であるものなのかっていう。仕込みの水ですよね。仕込み水でそこがすごく効いてると、もうそこでもう決まってしまってる部分っていうのは意外とあるなっていうのは僕の正直なイメージ。そうなんですね。だから日本のウイスキーが非常にクリーンでなんていうんですか、香りの透明感があってっていうか繊細でっていうのは、多分水はかなりの部分で効いてるんだろうなと。スコッチウイスキーの骨太で重厚な厚みのあるとかいうのとはちょっと違う。それはもちろん麦芽とか発酵がどうだとか、蒸留がどうだとかいう、それはそれで効くでしょうけど、実は意外と水は水ですごく大きな意味を持っていると。だからそれはもう蒸留所をここにしようという時点で決まってしまう部分っていうのは結構ある。サントリーの山崎の蒸留所も私前一回聞いた時に、井戸を全部で6つ掘って、その6つの井戸の中から一番合う井戸を今のその仕込み水にしたっていうのを聞いたんですけど、今でもその水をずっと使われてるっていう。そういうことですよね。どこの井戸でもいいっていうわけじゃないと。それは白州もそうですよ。山崎もそうです。そうです。ということはもうその一つの蒸留所を作るときにまず水を掘るっていうことからのスタートっていう。そういうことですよね。日本酒屋さんでもめったにないでしょうけど、井戸変わったら脂質が変わったとか、そういう話を聞いたりすることがありますから、やっぱりそれは共通の話だと思いますよ。
じゃあその水によってやっぱりそのジャパニーズウイスキーの特徴とスコットランドのウイスキーの特徴っていうのは大きく分かれてくるっていう、その日本の水ってどっちかっていうと軟水っていうイメージがあるんですけど、やっぱりその軟水が作り出す味っていうのがあるっていう考えている。スコットランドもほとんど軟水ですから、はい、グレンモランジーとか、ごく一部は、ね、軟水じゃないけれども、はい、単なるカルシウムだとかマグネシウムがどうかっていうミネラルの話では多分ないんだろうなと。その出てくる数字じゃなくてっていうふうな部分、もっとその土地の成り立ちっていうか、何ですか、まさにスコットランドで言ったらピート層があってそこをくぐり抜けた水だとかはい、そういうことにはそれなりの意味が多分あるんだろうなという気はしますよね。じゃあ山崎のウイスキーを作るときに仮に白州から水を運んできて白州の水で山崎を作ると山崎とはいつもの山崎とは違うものが出来上がる可能性があるっていう。可能性はあると思いますよ。だからね、僕もいろんな経験はしたんですけど、うちで、昔は大分県に蒸留所があったんですよね。はい、そこで作ってた原酒、大分の蒸留所も閉鎖しちゃいましたから、はい、それは僕もやっぱり欲しいなと、ブレンダーとしてはそういう。でそれを工場が閉鎖する段階でその設備そっくり白州に移設するわけですよね。はい、で人も作る人も、一緒に移ってもらってと、はい、で当然仕事のやり方は一緒ですよね。でも同じものできないんですよ。同じものはできない、だからもう場所が変わった途端に違う酒が出来上がっていくと。それが水であるかどうかは別として、はい、それを原因をしっかり究明したわけじゃないけど、でもやっぱりその作る土地っていうか水ってのは効くんだろうなと。だから僕はワインの世界にテロワールって言葉あるじゃないですか、はい、でもテロワールっていうのはウイスキーも多分一緒だよなと。しかもそれは土っていうか土壌そのものでっていうか、はい、そういうところを何ていうんですか、ろ過されて地下から汲み上げる水だとか、はい、当然その土地の何ですか性質を表すのでっていうか、それぐらい多分効くんだろうなと。ただしこの辺の話っていうのは科学的にデータで実証された話ではなくて、はい、いろんな要素を取り除いていくと最後に水って残るよねというのが正直な感じ。もし国内の麦だけで作るとこういうふうに違うんだっていうものっていうのは何かあるんですかね。そのジャパニーズウイスキーのそのテロワールみたいなのが新しく出来上がるとかっていう、数は少ないけどもやっぱり一定量の国産大麦を要するに麦芽に加工して、はい、そこでできたウイスキー原酒っていうのはあってという、はい、でそういうものをテイスティングする中ではやっぱり違うんだろうなということは感じる。例えば今でも何ですか、昔の麦芽としてゴールデンプロミスっていう話を真っからなんかずっとしてましたよね。はい、やっぱりゴールデンプロミスってなんかそれなりの品質固有のっていうか、ね、あることは間違いないだろうなという気がするんですよね。だからその一方で日本の土地で作られた国産の麦から精麦した麦芽と、はい、これがやっぱり日本固有のウイスキーの味わいを作ったとしてもそれ全然不思議でも何でもなくてっていうか、そういう世界は僕は必ずあるんだろうなと。今日本国内にクラフトウイスキーって言われてる蒸留所がたくさんできてきた中で、その国内の麦に特にこだわって作っておられる蒸留所っていうのはあるんですか。どこかあると思いますよ。そうなんですか。はい、それを言ってみればゴールドンプロミスみたいな形で、一つの蒸留所の売りにするっていうこともやっぱり考えておられるっていう。
私がもし蒸留酒を作るんだったら、はい、そういう小さいからできることってあるじゃないですか。そこのこだわりの部分の一つであることは間違いないですよね。あでそれは決してスコットランドのメーカーだってアイルランドだって真似しようもないというか、その味わいは。これから日本も今5大ウイスキーとか言われてて、ますます、ジャパニーズウイスキーの定義が整備されて、はい、どんどんやっぱりジャパニーズウイスキーってなんだっていうか、そういうアイデンティティとかさらに問われる時代になってくんだろうなと思いますよね。そうした時にやっぱり麦を語れるっていうのも非常に大きな武器であることは間違いなくて、日本の麦を使ってもう、言ってみれば100年前に降った京都とかだったら、もう水がめっていう状態ですから、100年前に降った雨がその水になっていって、でその、山崎であったり白州であったりの空気を感じて、でその中で出来上がった本当にオリジナルのウイスキーっていうものがジャパニーズウイスキーの一つ一つの要素になっていくという形で、だから量的には無理でもそこに水ならの樽があったりとか、まさに貯蔵はその土地の年間通しての温度や湿度が熟成を決めていくものですから、そこから出来上がってくるのはまさにジャパニーズウイスキーなんだろうなという気がしますけど。その水ならだるに寝かそうって思われる原酒っていうものはやっぱりそのニューポットの時にこれ水ならに入れたいなとかっていうものもやっぱりあるっていうことなんです。それはそうじゃなくて、出来上がったものを、一つは水ならだるに、一つは普通のオークだるにっていうような形でいろんなパターンで実験するっていう形になるっていう形なんですかね。そうですね。全てはやってみないとわからないんですけど、ただ一ブレンダーとしてこれまでやってきた経験からしたら、水ならってやっぱり5年や10年で出すんじゃなくてじっくり寝かしたいよねと、20年30年寝かしたいよねっていう思いもあります。そうしてみるとやっぱり長期熟成タイプのいわゆるニューポットっていうかニューメイクがあって、それを最適なタルトの組み合わせの中でっていうことは考えますよね、やっぱり。それも本当にそれがベストな道なのかどうかっていうのは本当にやってみなきゃわからないというところがあります。